Excuse me ダラスの You know me この番組はテキサス州ダラス在住の夫婦マキオとショーンがアメリカで活躍される方にインタビュー形式でお話をお伺いします。毎週金曜日 Apple Podcast と Spotify でシェアしています。質問、リクエスト、コメントなどはウェブサイト exemidalas.com のお問い合わせフォームもしくは各 SNS のダイレクトメッセージにてお待ちしております。本日のゲストはヒューストンでシュガー&ウィートというパン屋さんをやっているあやさんです。パン屋さんに至るまでの経緯、苦労や涙もんの感動エピソードなどがありますので、ぜひ最後まで聞いてください。本日の茶柱。年末年始は実は私たち家族7人でメキシコのカンクンに行ってきました。イエーイはい、ずーっとカンクンに行きたかったんですけれども、ちょっと伸び伸びになってしまって、今回やっと、台湾から夫のご両親がいらっしゃったタイミングで全員で行けました。ね、意外と近いんですよね。ダラスから、飛行機で3時間ぐらいで、すごく素晴らしいリゾート地、なんと世界で第2位だったかなの観光客が訪れる場所とか、そんなこともなってます。で、面白かったのが、本当いろんなエピソードがあるんで、小出しにしていきたいんですけれども、なんかね、道に迷うことが多くって、するとね、メキシコ人が助けてくれるんですよ。もう皆さん優しい方ばかりで。よくわからないんだけど、なんか日本語わかるメキシコ人に2回も出くわしてて、うち中華人の家なので、台湾系なので、なんか中国語で話しかけられるかなとか思ったんですけど、なんかそれよりも日本語で話しかけられる方が多くって、なんかメキシコと日本ってね、やっぱ仲いいからそういうとこにあるのかなって勝手に想像して、すごい親切で私としてはとてもいい気分にさせてもらいまして嬉しかったです。ありがとうございます。以上。はい、メキシコで何食べましたか？タコねえなんだか何が食べたかったの？タコスそうで食べれた？食べました。どんなタコスだった？ストリートタコス。それはどういうタコス？普通のタコスのどう違うの？美味しかったです。具体的にお願いできますか？めちゃめちゃうまかったです。抽象的すぎるよ。そっか。いや、以上です。本日の湯飲み。あやさん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。あやさん、今どちらにお住まいですか？テキサスのヒューストンです。じゃあ私もダラスなので、同じテキサス州ということで、5時間ぐらい離れてますけど。離れてますけどね。まず簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか？ブラウン・アヤと言います。2009年に当時軍人だった主人と結婚して、結婚を機に渡米してきました。で、初めはサウスカロライナに住んでたんですけれども、で、そこから、軍人なので転々としていて、ノースカロライナに行って、サンディエゴに行って、で、セントルイス、サンディエゴでヒューストンに来ました。じゃあ結構いろいろ行ってるんですね。そうですね、いろいろ。ヒューストンにいらっしゃったのがいつ2020年ですね。3年前ぐらい。ちょうどコロナですね。この大変な時に移住していらっしゃって。コロナ禍の中、はい。行ってまいりました。いろいろ住んでみてどうでしたか？ヒューストンの印象とか。全然違いますよね。そうですね。でも今私、ケイティっていうところに住んでるんですけど、はい。ケイティ、アジアンタウンとかもあって、すごく住みやすいので、良かったなと思ってます。そうなんですね。私もお伺いしたことありますけど、チャイナタウンすごい大きいですよね。そうですよね。タウンもすごく大きいし、だから、アジア人だけじゃなくて、ダイバーシティのね、とかって言われてるみたいなんですけど、本当にアジア系がすごく多いから、日本人には住みやすいですよね。そうでしょうね。びっくりしました。なんか、ダラスも一応、アジアでもいいですけど、ヒューストンまではじゃないし、ヒューストン道路の標識も中国語とかあるじゃないですか。ありますよね。びっくりしました。旦那さんはそうです。台湾に在台湾の方ですよね。はい、そうなんです。なんで、日本語も喋れるんですけど、一応母国語は中国語みたいな感じですね。すごいですね。本題に入っていきたいと思いますが、あやさん、今何を
されて、何を販売されていらっしゃるんでしょう？私はヒューストンでパン屋さんをやらせていただいてます。私もインスタグラムで発信しておりまして、シュガー&ウィートですね。ありがとうございます。パン屋さんに至るまでのなんか経緯とか教えていただけますか？そうですね。経緯。まずは、2009年に私が渡米した頃っていうと、まだ全然インターネットもそこまで発達していなかったし、もちろん日本のものとか、パン屋さんなんて本当になくて、で、やっぱり私自身がパンが好きなので、美味しいパンが食べたいので、すごくパンをよく作ってたんですよね。それからずっとパンは家族のために作り続けてて、2018年とか19年ぐらいかなに、カリフォルニアに当時住んでた時の家族ぐるみで仲良くさせていただいてる友達がいて、パンを持って行ったら、そこの子供たちとかがすごい喜んでくれて、でやっぱりパン屋さんってないから、このパンもっといろんな人に食べてほしいって友達が言ってくれて、周りに働きかけてくれて、で、そこからオーダーでカリフォルニアにいた時にパンを販売し始めたんですよね。それから、ヒューストンに引っ越してきて、いろいろご縁があって、初めはオーダーでパンを販売させてもらってたんですけども、またんなことからヒューストンの日系のスーパーマーケット大道さんっていうところがあるんですけども、大道さんの前でポップアップお店をやらせてもらうことになって、で、それがもう2年ぐらい前で、ずっとそこで毎週させてもらってます。すごいですね。ポップアップもね、お一人でやるのなかなか大変だと思うんですけど、それがなんか月1とかじゃなくて毎週なんですね。今はだいたい毎週火曜日と、で、各週の土曜日にやらせて。大変ですよね。お一人で全部パン作って、袋詰めして、お会計してとか。全部一人なんでね。もうあれじゃないですか。お手伝いさん欲しいなって思う時じゃないですか。すごい思ってた時もあったんですけど、やっぱり去年、一昨年とかすごく忙しくさせてもらってたから、なんか誰か頼んだ方がいいのかなとも思ったんですけど、もう自分でできる範囲でやっていこうかなっていう方向にシフトチェンジして。まあですね。じゃあもうパンは販売開始して、売り切れ次第、ポップアップ終了みたいな感じそうです、そうです。インスタグラムではいろんなパン販売されてるの見てるんですけれども、なんか人気商品とかだとどういうパンがすぐ売れちゃうんでしょうか？ダントツメロンパンですね。あ、やはり、それは納得ですね。みんな食べたいもん。パンから売れていきますね、やっぱり。あとはどんなのでしょう？あとね、結構人気商品は塩バターあんパン。人気ありますね。あのパンだけで塩バターのあんパン。塩バターパン、塩バターロールってあるじゃないですか。はい。日本で一時期流行った。あれにパン粉が入ってるだけなんですけど、すごいルイズザベストな。パンパンなんだけど、ちょっとしょっぱいみたいな。いいですね。ないからね、アメリカはね。お客さんはやっぱり日本人が多いんですか？それがですね、意外と最近はローカルの方の方が多くて。そうなんですか。そうなんです。初めはね、やっぱり日本の方と、あとヒューストンものすごく駐在の方多いんで、駐在さん中心に広がっていったっていう感じだったんですけど、初めは。徐々に、多分、今ね、物価のね、上昇とか、円安ですかとかのあるのかなと思うんだけど、最近は、ローカルの、大道さんにたまたまお買い物に来てたとか、他の並びのレストランに来た方とか、そういうお客さんが増えてますね、すごく。そうなんですね。意外な。結構そういう方もメロンパン見て、あ、メロンパンだって思うんですか？それとも何これって感じで来るんですか？で、半々ですね。何これって言って興味を持って買っていってくれる方と、あと日本に行ったことがあってっていう方と、半々ぐらいですね。なるほど。多分ね、中華人とかね、こういう台湾ニーズとかだとね、絶対知ってるから、あ、メロンパンだってなるでしょうね。台湾人のお客さんも結構いらっしゃいます。だから、多いです。ね、台湾人とか日本のパン大好きだもんね。そうですね。ちょっと違うんですよ。台湾のやつとね。はい。
でもみんな日本のパンって言ったら結構ね、高くても買うわっていう。ダラスでもね、生食パンっていうのが一時三ツ矢さんで販売されてた時だったんですけど、なんかすごい、結構値段するんですけど、でもやっぱすぐもういっぱい売り切れちゃうっていう話でして、あ、そうなんですか。やっぱりね、みんな美味しいふわふわのパンが食べたいんですよね。日本のパンはやっぱりふわふわやから、出ましたもん。ヒューストンに来て、で、3年ぐらいいろいろあったと思うんですけれども、なんか特にすごい大変だったなっていう思い出すエピソードとかあります仕事でですか？はい。特に何の事件もないんですけど、パン屋さんすごい肉体労働なので、私、体力があんまりなくて、体力作りをしながらやってる感じなんですけど、でもそれでもやっぱちょっと忙しい時期とかは、もう泣きそうになっちゃう。そこまでするなって感じなんですけど、パンは作りたい、でも体力がないみたいな、そこの葛藤ですよ。そうですよね。お一人でやっていくと、でもお客さんは待ってるし、朝は来ちゃうしっていう。で、あと、パン焼くだけならいいんですけど、やっぱり、家のことやらなきゃいけないのが一番嫌なんですよね。ブログもね、ちょっと拝見したんですけれども、なんか今日の一日みたいなところで、ポップアップがあると、朝3時でしたっけ当時で3時台に起きますね。へえ。でも、3時に起きて、でも寝るのは、なんか普通に11時とかでしたよね。そうですね。やっぱり子供もいるし、家のこといろいろやったら、ね、だいたい寝るのって11時ぐらいになっちゃう。もうそれがね、もう信じられないと思って、いや、寝る時間ないじゃんってね、私なんかは読んでて思いましたけどね。それはでも毎週ですもんね。そうですね。でも毎日じゃないから、ね、寝てますけど。大変ですよ、これはね。信じられません、こちらも。ね、パン屋もね、肉体労働なので、もうそこが問題でしたね。そうですよね。なんか、パティシエさんとかもそういう話聞いたことありますけどね。みんな朝から大変だって言ってね。一方で、なんか、すごい面白かった、やりがいがあるって思った瞬間とか、なんかそういうエピソードありますかやりがいがあると思ったエピソードは、大体ね、いろんなお客さんに本当美味しかったよとかって結構言ってくださるので、もうそれ自体がもうすごく励みになるんですけど、でもそうですね、結構お客様の中で、心臓疾患のある方だとか、あと高血圧とか、そういう方が、シュガーウィートのパンだったら、血圧が上がったりしなくて、血糖値の上昇が緩やかだから、体調悪くならないからって言ってね、はい。くださる方が本当何人もいるんですよ。なんでそんなことがでしょで、小麦粉とか小麦粉砂糖、バターなんでやっぱりね、節制されてる方が多いんですけど、大丈夫やねんって言ってくれる人がいっぱいいてて、あと、その中でも特に一度ね、お客様の中で、お子様がちょっと障害がある方で、何歳だったか忘れちゃったんですけど、はいお子様生まれてから、固形物が食べられない。肉体的に食べられないんじゃないけど、拒否するらしくて食べられなかったと、一度シュガーウィートのパンをあげてみたら、食べられて、で、パンをすごい食べたがって、そこから、それがきっかけで、固形物が食べられるようになったっていうお客様がいて、すごーい。もう、泣いちゃいますね、そのエピソード。本当に泣いちゃいます、その時はやっぱり。すごい喜んでくださるんで、ただパンを売るっていうよりは、なんか美味しさって幸せじゃないですか、イコール。本当にそうやってなんか小さい幸せを皆さんに受け取ってもらえたらなーって言ってるので、なんかやっぱりそれを返してもらってる気がして、やっぱり嬉しいですね。いろいろなんていうんですか、健康に影響が出てるっていうのは、あやさん的に、シュガーウィートのパンに何か秘密があるっていうのがあるんですかそれとも。秘密というほどのことじゃないんですけど、やっぱり私も初めはやっぱり娘にね、安全に食べさせたいっていうのでパン作ってたっていうのもあるし、特に。で、やっぱり子供たちに安心して食べてもらいたいっていうのもあって、普通のパンのレシピっていうか、レシピたくさんあるので、いろいろなんですけど、その中でもというか、いろいろ作って、本当にバターと砂糖と塩の量とかを最小限にしてるんですよね。
なんか美味しいって感じるギリギリのラインまで少なくしてるからだと思う。多分、だよね。はっきりとはわからない。ありますよね。たまになんか食パンでも、うわ、これ結構砂糖入ってんなって思うような、ありますよしょっぱいなとかね、あるから、それがないように、優しい味になるようにとは考えて。でもそれを食べて固形物がね、食べれるようになったってもう人生変わっちゃうような話ですもんね。おお、パンで人生を変えちゃったみたいなね。はい。うん。たかがね、パンなんてね、こんな大きさ的にはそんなに大きくないものだけど、こんな人生がガラリと変わったらね。もうどこにでもあるものなのにね、意外と。これは素晴らしいです。まあ新年ということで、これお仕事以外でも全然何でもいいんですけど、なんか今年チャレンジしたいこととかありますか？今年はですね、仕事というか、私本当にもうズボラで、全然 SNS を更新しないので、SNS の更新と、あと動画をやってみたいなっていうのを思ってますね。ぜひ、私も YouTuber なので、動画についてはぜひぜひってとこ、それは何の媒体で動画をやるんですか？いやー、それは何も考えてないんですけどね。ざっくりと、動画もやろうかな、みたいな。でもまずはじゃあ、インスタグラムね、お持ちでいらっしゃるからね、手軽にそこから始められるといいかも。そうです。そうなんですね。いろんなアメリカに回ってパンを作ってるじゃないですか。じゃあ、ヒューストン的になんか湿度とか、それが影響するじゃないですか。その食感とか作りの中で、特別なんかヒューストンで作って、ここはちょっと難しいなとか、気をつけてることそう気をつけることとか、慣れるまでは、どんな、ぜひ聞きたいです。発酵具合はね。ヒューストンはね、私は結構困っていて、本当にそれは。季節で、なんか気温が安定してないじゃないですか。例えば、今だと結構暖かいけど、この前寒波が来てた。冬だからだいたいこの気温とかじゃなくて、もうなんか3日ぐらいで、ダウンジャケット着てたのに、もう3日後は半袖みたいな。なるね。はい。そうで、湿度もすごいと思ったら、ほんとめちゃくちゃ寒いとか、で、朝だけすごい気温落ちるとか、あるから、意外とね、なんかオーブンの温度が安定しないっていうか、なんか発酵の時間と調整がね、なかなかうまくいかない時があって、結構失敗してるんですよ、実は。でもほんとそうだと思います。3日ぐらいで全然20度とか、平気で温度が違うから、そうそう。大変。すごい影響してますね、パン作りには。なんか、発酵機とかね、使えばいいんでしょうけど、きっと。でも、なんか、それだとなんか私、かなり量を焼くんで、家庭用っていうか、こうちっちゃめなやつだったら間に合わないし、といって、業務用のやつをね、購入することじゃないかなっていうのもあるし、ちょっと悩んでるところですね。なるほど。確かにヒューストン、立地ならではの悩みっていうのはありますよね。それはじゃあカリフォルニアとかだったら結構まだ安定してたの？安定してました。すっごい安定してました。そうでしょうね。それはクレイジーできさすみたいな。特にヒューストンでさ、ヒューストンとダラスと比べたら湿度、台湾より湿度あるもの。台湾っぽいというか、台湾より。なんかたまたま行った時だけかもしれないですけど、結構いつも行くと、むわっとしてる、本当にヒューミットって感じで。いつももわっとしてますよね。そしたらパン作ったらね、変わるとか、影響してるのかなと。めちゃくちゃ変わってるから、やっぱりカリフォルニアに住んでた時と、今とでは、水分量も変わっパンに入れる水分量もめちゃくちゃ違うし、例えばレシピ本とかあるじゃないですか。あれの通りに作ってたら絶対に失敗すると思います。そうですよね。なんでも研究を重ねてっていう感じなんですね。そうです、本当に。もうそれも様子を見ながら、結構日によって様子を、ですね。ヒューストンは特別な、なんかここでヒューストン限定商品が作っていらっしゃいます。
ヒューストンならではのパン。ならではのパンですか？なんかないですか？なんだろう。でも、まあ、テキサスバーベキュー。バーベキュー、バーベキューですか？バーベキューのパンに。焼きそばパン。パンよりバーベキューパンとか。美味しそうですね。バーベキューパン行きますか？ねえ。でもまあ、普通にバーベキュー店はさ、食パンにね、あるで食べるよ。あ、確かにね。確かに。ね、それは、あの食パンにって。上に海苔と紅生姜。完全に焼きそばパンじゃないですか。一緒。美味しいのか。まあご当地パンをちょっとまあ、ありかもしれないです。ありですかね。何か考えてみましょうか。結構、定期的になんか、新フレーバーとか、新商品とか出したりするんですか？メニュー決まってないんで、結構ね、毎週、固定であるのは食パンとメロンパンで、あと結構、人気商品でスコーンよく売れるので、でもスコーンのフレーバーも、本当自分でもね、実はパン何種類あるのか把握してなくて、結構気まぐれというか、時々で、メニュー変えちゃうんで、はい。だから結構、毎週来てもらっても違うものがあるっていう風にしたいなっていうのを思ってて、で、人気商品は絶対に置いときたいんで、食パンとメロンパンは固定で、だとっていう感じですね。いいですね。で、行くたびに違うパンが食べれるっていうのはね、そうお客さんとしても楽しい。そうそう、かなと思って。はい。わかりました。では、最後になっていくんですけれども、あやさんの方から伝えたいこととか、宣伝したいことがありましたらどうぞ。伝えたいことですか？そうですね。私は今活動してるのはヒューストンなので、それ以外では売れないんですけれども、ヒューストンで、台湾系だったり、韓国系だったりとか、あと結構美味しいフレンチベーカリーとかも多いので、パンはね、結構困らないかなとは思うんですけども、先ほどもちょっとお話ししたんですけど、一応、シュガー&ウィートのパンはちょっと健康にもいいよっていうのもあるし、お子様にも安心して食べていただけるっていうのもあるし、あとやっぱり、日本の文化じゃないですか、日本のパンって。なので、やっぱり日本のパン、私が作っているのは本当に結構昔ながらの日本のパンっていうのを作ってるので、地元の方にもだし、あとまだまだ伝わってないなと思うから、ヒューストンとか近郊に住んでる日本人の方とかも、もっと手に取ってもらって食べてもらえたらなっていうのを本当に思ってるんで、ラーメン屋さんっていっぱいあるじゃないですか、アメリカ。はい。ここ数年すごく増えたじゃないですか、ラーメン屋って。私、ラーメン屋さんがあんなにあるならば、日本のパン屋さんもアメリカにもっとできてもいいじゃないかって思ってるんですよね。はい。で、最近物価高もあるので、ちょっとあまりね、わざわざ日本のパンじゃなくてもいいや、みたいな感じの声も聞くのでね、ちょっとなって思うんで、この一つ日本文化を盛り上げるということで、シュガー&ウィートのパンぜひ食べていただきたいなと思っています。ありがとうございます。私もね、ぜひ次回、ちょっとまだいつになるかわかんないけど、ヒューストンに行った時にはね、食べたいです。ぜひぜひお願いします。はい。具体的に何曜日にどこに行けばあるんでしょうか？毎週火曜日の朝11時からヒューストンのウエストハイマーにある大道っていう日系のスーパーの前で売らせていただいてまして、あとは土曜日は大道さんにいる時もあるし、あとローカルのファーマーズマーケットに出してたり、結構不定期でいつもインスタグラムでお知らせさせてもらってるので。ありました。じゃあ、ヒューストン近郊にね、お住まいの方はぜひ、あやさんのインスタ見て買いに行っていただければと思います。よろしくお願いします。じゃあ、あやさん、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、ぜひまたいらしてください。はい、またよろしくお願いします。当番組へのゲスト出演希望募集中です。次戦他戦問いません。概要欄のリンクからご応募お待ちしております。イキズミダラスは YouTube、ブログ、各 SNS を運営しておりますので、ぜひこちらもチェックお願いします。それではまた次のエピソードをお楽しみに。